私たちの宇宙には、想像を超える驚くべき現象が数多く存在します。今回お伝えする内容は、宇宙の謎の中でも特に興味深いブラックホールのエネルギー限界についてです。この動画を最後までご覧いただくと、以下の3つの謎が明らかになります。1つ目は、なぜ宇宙初期にすでに超巨大なブラックホールが存在していたのか。2つ目は、私たちが考えていた宇宙のエネルギー限界を超える現象が実際に観測されていること。そして3つ目は、この発見が私たちの宇宙理解をどのように変えようとしているのか。最新のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測で、これまでの理論では説明できないような驚くべき発見がありました。それは、宇宙誕生から約15億年という極めて早い時期に、理論上の限界とされる約4000倍もの速さで成長しているブラックホールの存在です。このブラックホールはラット568と呼ばれ、その存在は私たちの宇宙理解を根本から覆す可能性を秘めています。では、なぜこの発見がそれほど重要なのでしょうか。まず、宇宙におけるエディントン限界という概念について説明する必要があります。エディントン限界とは、天体物理学者のアーサー・スタンレー・エディントンによって提唱された理論で、天体が放出できるエネルギーの理論的な上限を示すものです。簡単に例えると、コップに水を注ぐ時のことを想像してください。コップには容量の限界があり、それ以上水を注ごうとすると溢れてしまいます。同じように、天体にも理論上受け入れることができるエネルギーの限界があると考えられてきました。この理論は、特に恒星の研究から始まりました。エディントンは、恒星がなぜ崩壊せずに安定して存在できるのかを研究していました。恒星の内部では、重力による圧縮と、放射圧による外向きの力が絶妙なバランスを保っているのです。例えば、風船を膨らませることを想像してみてください。息を吹き込むと風船は膨らみますが、内側から外に向かう空気の圧力と、外側から内側に押し込もうとするゴムの力がバランスを取った時点で、風船は安定した大きさになります。恒星も同じように、重力による内向きの力と、放射による外向きの力のバランスで成り立っているのです。しかし、ラット568の発見は、この常識を覆すものでした。理論上の限界を4000倍も超えるエネルギーを放出しているこのブラックホールは、私たちの宇宙理解に大きな疑問を投げかけています。では、どうしてこのようなことが可能なのでしょうか。その鍵は、ブラックホールの周りにある膠着円盤と呼ばれる構造にあります。膠着円盤について説明する前に、身近な例で考えてみましょう。お風呂の排水口を観察したことはありませんか？水が排水口に向かって流れ込むとき、渦を巻きながら落ちていきます。これは、水が持っている核運動量が保存されるためです。ブラックホールの周りでも同じような現象が起きています。物質がブラックホールに落ち込む際、直接落ち込むのではなく、円盤状の構造を作りながら渦を巻いていくのです。この膠着円盤には、薄い円盤と厚い円盤の2種類があることが分かっています。薄い円盤は、まるで平たいフリスビーのような形をしています。一方、厚い円盤は、ドーナツのような形をしています。ラット568で観測された超高速の成長は、この厚い円盤構造によって可能になったと考えられています。厚い円盤では、放射エネルギーが特定の方向に集中して放出されます。これは、懐中電灯の光を例に考えるとわかりやすいでしょう。光を一点に集中させることで、より強い光を特定の方向に放つことができます。同じように、ブラックホールの膠着円盤も、エネルギーを特定の方向に集中して放出することで、理論的な限界を超えることができるのです。この発見は、宇宙初期における巨大ブラックホールの形成過程を理解する上で重要な手がかりとなっています。これまで、宇宙誕生から10億年という短い期間で、太陽の数十億倍もの質量を持つブラックホールがどのように形成されたのかは、大きな謎でした。例えば、毎日1円ずつ貯金をしていくと、1億円貯めるのに2739年かかります。同じように、通常の成長速度では、巨大ブラックホールが形成されるまでに必要な時間が足りないのです。しかし、ラット568の観測結果は、ブラックホールが従来考えられていたよりもはるかに早く成長できることを示しています。これは、1円ずつではなく、毎日4000円ずつ貯金できるようなものです。
この発見により、宇宙初期の巨大ブラックホール形成の謎に、新たな説明の可能性が開かれました。さらに興味深いのは、この発見が私たちの銀河系の中心にある巨大ブラックホールの形成過程についても、新たな視点を提供していることです。私たちの銀河系の中心には、太陽の約400万倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在しています。このブラックホールはいて座 A スターと呼ばれ、地球から約2万6000光年の距離にあります。従来の理論では、このような巨大なブラックホールが形成されるまでには、非常に長い時間が必要だと考えられていました。しかし、ラット568の観測結果は、ブラックホールが超エディントン膠着と呼ばれる状態で、急速に成長できることを示しています。超エディントン膠着について、さらにわかりやすく説明してみましょう。例えば、エスカレーターを登っている時のことを想像してください。通常のエスカレーターでは、一定の速度で上に運ばれていきます。これが従来考えられていたブラックホールの成長速度です。しかし、ラット568で観測された現象は、まるでエスカレーターを4000倍の速度で動かすようなものです。このような超高速での物質の取り込みが可能な理由は、ブラックホールの周りの特殊な構造にあります。先ほど説明した厚い膠着円盤は、まるで巨大なロートのような形をしています。このロートの形状により、放射圧による物質の吹き飛ばしを防ぎながら、効率的に物質を取り込むことができるのです。これは、台風の目を思い浮かべると理解しやすいかもしれません。台風の中心部分は比較的穏やかで、周りの激しい風とは異なる状態になっています。同じように、ブラックホールの膠着円盤でも、特定の経路を通って物質が効率的に落ち込んでいくことができるのです。この発見は、宇宙物理学の分野に大きな影響を与えています。例えば、宇宙の大規模構造の形成過程についても、新たな理解が必要になるかもしれません。銀河の形成と進化は、中心のブラックホールの成長と密接に関連していると考えられているからです。また、この研究は将来の宇宙観測にも大きな示唆を与えています。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測はまだ始まったばかりです。今後、より多くの超エディントン天体が発見される可能性があり、それによって宇宙の歴史についての理解が大きく変わるかもしれません。私たちは今、宇宙の謎を解き明かす新しい時代の入り口に立っているのです。この研究は、将来の宇宙開発にも大きな影響を与える可能性があります。私たちが宇宙のエネルギー限界について理解を深めることは、未来の宇宙探査や宇宙技術の発展にとって重要な意味を持つからです。例えば、宇宙船の推進システムの開発においても、このような極限状態でのエネルギーの振る舞いについての知識は、新しい可能性を開くかもしれません。さらに興味深いのは、この研究が私たちの宇宙観そのものを変える可能性があることです。エディントン限界は、20世紀初頭から物理学の基本的な考え方の一つとして確立されてきました。しかし、ラット568の発見は、私たちが限界と考えていたものが、実は違う形で乗り越えられる可能性があることを示しています。これは、科学の歴史における重要な転換点となるかもしれません。かつて、人類は音速の壁を越えることは不可能だと考えていました。しかし、適切な技術と理解により、その壁は突破されました。同じように、宇宙のエネルギー限界についても、私たちの理解が深まることで、新たな可能性が開かれていくのです。また、この研究は若い世代の科学者たちにも大きな刺激を与えています。不可能と思われていたことが、実は可能かもしれない。そんな期待が、次世代の研究者たちの想像力を刺激し、新たな発見への原動力となっているのです。今回の発見は、まさに宇宙研究の新しい章の始まりと言えるでしょう。私たちは、宇宙の神秘に対する理解をまた一歩深めることができました。しかし同時に、新たな疑問も生まれています。なぜ一部のブラックホールだけがこのような超高速成長を示すのか。この成長過程は、どのような条件で発生するのか。これらの疑問に答えるためには、さらなる観測と研究が必要です。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測は今後も続けられます。私たちは、さらに多くの驚くべき発見に出会えるかもしれません。宇宙の謎は、まだまだ尽きることがありません。実は、
ラット568の発見には、さらに興味深い側面があります。このブラックホールの周りでは、私たちの太陽系全体を丸ごと飲み込めるほどの巨大な構造が形成されています。この構造を理解するために、少し変わった例え話をしてみましょう。想像してください。巨大な竜巻が砂漠の真ん中で発生したとします。この竜巻は普通の竜巻とは違い、上空から見ると完全な円形をしています。そして砂漠の砂を吸い上げる代わりに宇宙のガスや塵を集めているのです。この竜巻の中心部分はまるで巨大な噴水のように上下に物質を吹き出しています。これがラット568で観測された双極性アウトフローと呼ばれる現象です。2024年の最新の研究によると、このアウトフローの速度は光速の 30% にも達することがあります。地球から月までの距離をわずか4秒で移動できるほどの速さです。しかし、この超高速のジェットは、なぜか周囲の物質を完全に吹き飛ばすことはありません。まるで、激しい雨の中でも傘の下は濡れないように、ジェットの周りには特別な保護層が形成されているのです。この保護層の正体は、高密度のプラズマで作られた磁気シールドです。私たちの地球も、似たような磁気シールドで太陽風から守られています。ただし、ラット568の磁気シールドは地球のものとは比べ物にならないほど強力です。実は、この強力な磁気シールドこそが、ブラックホールが超高速で成長できる理由の一つなのです。シールドは、まるで巧妙に設計された交通システムのように機能します。物質の流れを整理し、効率的にブラックホールへと導いていくのです。2023年末に発表された研究では、このシールドの構造が、私たちが想像していた以上に複雑であることが明らかになりました。例えば、シールドの中には磁気トンネルと呼ばれる特殊な経路が存在します。このトンネルを通ることで、物質はほとんど抵抗を受けることなく、ブラックホールに到達できるのです。これは、高速道路の ETC 専用レーンのような仕組みだと考えるとわかりやすいかもしれません。通常の料金所では、車は減速して停止する必要がありますが、ETC 専用レーンでは、ほとんど速度を落とすことなく通過できます。同じように、磁気トンネルを通る物質は、スムーズにブラックホールへと落ち込んでいくことができるのです。さらに興味深いのは、この磁気トンネルの中で観測された量子渦と呼ばれる現象です。量子渦は、超流動ヘリウムなど、ごく低温の物質で観察される特殊な状態です。しかし、ラット568では超高温の環境下でも同様の現象が起きていることが確認されました。これは、私たちの物理法則の理解に新たな視点を投げかけています。例えば、お風呂の排水口で見られる渦は、温度が高くなると不安定になり、崩れやすくなります。しかし、ラット568の量子渦は、数百万度という超高温でも安定して存在しているのです。この発見は、高温プラズマの物理学に革命的な影響を与える可能性があります。核融合発電の研究者たちは、この現象に特に注目しています。もし、ラット568で観察されたような安定した高温プラズマの制御方法を理解できれば、地上での核融合発電の実現に大きく近づくかもしれないのです。また、ラット568の観測からはもう一つの興味深い現象も発見されました。それは、時空の歪みの共鳴と呼ばれる現象です。アインシュタインの一般相対性理論によると、強い重力は時空を歪めます。ラット568の周りでは、この歪みが特定の周期で振動していることが観測されたのです。これを理解するために、水面に石を投げ入れた時のことを想像してみましょう。石が水面に当たると、同心円状の波紋が広がっていきます。ラット568の周りでも同じように時空の波紋が広がっているのです。ただし、通常の波紋と違い、これらの波は特定の場所で共鳴を起こします。共鳴というのは、例えばブランコを漕ぐ時のように、タイミングよく力を加えることで、振幅が大きくなる現象です。ラット568の時空の波も特定の位置で共鳴を起こし、予想以上に大きな効果を生み出しているのです。ラット568の周りで起きている現象を、もっと身近な例で考えてみましょう。皆さんは、大きな噴水を見たことがありますか？噴水の水は、中心から勢いよく吹き出し、美しい形を作りながら落ちていきます。
ラット568像が起きています。ただし、水の代わりに光や物質が吹き出しているのです。この吹き出しは、宇宙の中でも最も明るい現象の一つとして観測されています。例えば、私たちの太陽が放つ光の100兆倍以上の明るさがあるのです。これは、地球上のすべての電球を同時につけた時の明るさをはるかに超えています。でも、不思議なことに、この強烈な光は特定の方向にしか放出されません。まるでスポットライトのように、光を一点に集中させているのです。そのため、地球から見ると、ブラックホールの本当の明るさは観測者の位置によって大きく変わって見えます。これは、懐中電灯を例に考えるとわかりやすいでしょう。懐中電灯の正面から見ると非常に明るく見えますが、横から見るとそれほど明るくは見えません。同じように、ラット568も見る角度によって全く異なる姿を見せるのです。最新の研究では、このような特異な性質を持つブラックホールが、私たちが考えていたよりもずっと多く存在する可能性が指摘されています。例えば、2024年の初めにはラット568に似た特徴を持つブラックホールが新たに5つ発見されました。これらのブラックホールはいずれも宇宙の非常に古い時代に存在していたことが分かっています。つまり、宇宙の歴史の中で、このような超高速成長をするブラックホールは、珍しい存在ではなかったのかもしれません。これは、雪だるまの作り方を思い出すと理解しやすいかもしれません。小さな雪玉を転がすと、どんどん大きくなっていきますよね。初期の宇宙でも、小さなブラックホールが周りの物質を取り込みながら、急速に大きくなっていったと考えられています。ただし、普通の雪だるまと違うのは、その成長速度です。ラット568のような特別なブラックホールは、まるで魔法のように急成長します。1秒間で、地球1000個分もの物質を飲み込むことができるのです。これほどの速さで物質を取り込めるのは、ブラックホールの周りに特別な環境が整っているからです。例えば、私たちが住む現代の宇宙では、空間のほとんどが空っぽです。しかし、宇宙の初期には、至るところに濃いガスの雲が漂っていました。それは、まるで濃い霧の中にいるような状態です。このような環境では、ブラックホールは効率よく物質を集めることができました。最新の研究では、この宇宙の霧の正体についても、新しい発見がありました。従来考えられていたよりも、ガスの温度が低く、密度が高かったことが分かってきたのです。これは、ちょうどスポンジに水が染み込むように、ブラックホールが効率的に物質を吸収できる状態だったことを意味します。そして、この発見は現代の技術開発にも影響を与えています。例えば、新しい型の望遠鏡の設計に、この知識が活かされているのです。これまでの望遠鏡では見ることができなかった、宇宙の霧の部分を観測できるように工夫されています。2025年には、さらに性能の高い新しい望遠鏡が稼働を始める予定です。この望遠鏡によって、より多くのラット568のような特異なブラックホールが発見されるかもしれません。このような発見は、私たちの銀河系についての理解も大きく変えつつあります。天の川銀河の中心にある巨大ブラックホールも、かつてはラット568のように急成長した時期があったのかもしれません。これを理解するために、タイムマシンがあると想像してみましょう。もし100億年前の天の川銀河を観察できたら、現在とは全く違う姿が見えるはずです。中心部分が強く輝き、その周りに渦を巻くガスの雲が集まっている。まるで、巨大な竜巻の目のような構造が見えたかもしれません。実際、最新のコンピューターシミュレーションでは、このような様子が再現されています。さらに興味深いのは、このような急成長期が、銀河の形成に重要な役割を果たしていた可能性です。例えば、私たちの住む天の川銀河の形は、腕が渦を巻く渦巻き銀河です。この美しい渦巻きの形は、中心のブラックホールの影響を強く受けていると考えられています。ブラックホールが急成長する際に放出される強力なエネルギーが、銀河全体の形を整えていったのです。これは、陶芸家が粘土を形作るように、ブラックホールが銀河の形を作り上げていったと言えます。2024年の終わりには、この考えを支持する新しい証拠も見つかっています。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、赤い銀河の中に、まるで彫刻家が制作途中の作品のような、
形成途中の渦巻き構造を発見しました。この発見により、銀河の形成過程についての理解が大きく進展すると期待されています。また、ラット568の研究は私たちの身近な技術にも影響を与え始めています。例えば、新しい型のソーラーパネルの開発に、この研究から得られた知識が活かされているのです。ブラックホールの周りで観察された効率的なエネルギーの集中方法が、太陽光を集める新しい技術のヒントになっているのです。また、人工衛星の設計にも、この研究の成果が取り入れられています。宇宙空間での熱の制御方法について、ラット568の観測から新しいアイデアが生まれているのです。さらに興味深いのは、この研究が私たちの宇宙観そのものを変えつつあることです。かつて人類は、宇宙は静かで穏やかな場所だと考えていました。しかし、ラット568のような天体の発見により、宇宙は私たちの想像をはるかに超える激しい現象に満ちていることが分かってきました。例えば、ラット568の周りでは1秒間に地球1000個分もの物質が動き回っています。これは東京からニューヨークまでの距離を瞬きするほどの一瞬で移動するようなスピードです。このような極限的な現象の研究は新しい物理法則の発見につながるかもしれません。実際、2024年の終わりにはラット568の観測データからこれまでの物理理論では説明できない現象がいくつか見つかっています。これらの謎を解明することで、宇宙の本質についての理解が深まることが期待されています。そして、この研究は私たちに重要な教訓も与えています。不可能と思われていたことが、実は可能かもしれない。私たちの常識は、必ずしも宇宙の真理ではないかもしれない。このような謙虚な姿勢で宇宙を見つめ直すとき、さらなる発見への扉が開かれるのかもしれません。実は、ラット568の研究は私たちの宇宙における時間の概念についても新しい発見をもたらしています。ブラックホールの近くでは時間の流れ方が地球上とは大きく異なることが知られています。これを理解するために遊園地のメリーゴーラウンドを想像してみましょう。中心に近いところにいる人と外側にいる人では一周するのにかかる時間が違います。同じようにブラックホールの周りでも場所によって時間の進み方が異なるのです。ラット568の周りでは、この時間の歪みが特に顕著に観測されています。例えば、ブラックホールのごく近くでは、地球上の1秒が何百年もの時間に相当するかもしれません。これは、まるで SF の世界のような話に聞こえますが、実際の観測データによって確認されている現象なのです。2024年の研究では、この時間の歪みが、ブラックホールの成長速度に大きな影響を与えていることが明らかになりました。私たちから見ると超高速で成長しているように見えるブラックホールも、その場所の時間の流れでは、もっとゆっくりと成長しているのかもしれません。これは、高速道路を走る車を横から見るのと、車の中から見るのとでは、速さの感覚が異なることに似ています。また、ラット568の研究は宇宙の音についても新しい発見をもたらしました。宇宙空間は真空なので音は伝わりませんが、実は別の形で振動が伝わっています。これは、プールの中で水中の振動を感じるのに似ています。ラット568の周りでは、特に強い振動が観測されています。もし、この振動を音に変換すると、地球上で聞いたことのないような深い重低音になるそうです。実際、研究者たちはこの振動データを音に変換する実験を行っています。その結果、人間の耳では聞き取れないほど低い、毎秒わずか数回の振動があることが分かりました。これらの振動は、ブラックホールの心臓の鼓動のようなものだと考えられています。実は、このような振動パターンを調べることで、ブラックホールの内部構造についての手がかりが得られるのです。例えば、医者が聴診器で心臓の音を聞くように、研究者たちはブラックホールの振動を観察しています。2024年の末には、この振動パターンからラット568の中に特別な構造が存在する可能性が指摘されました。それは、量子の階段と呼ばれる、これまで理論でしか予測されていなかった現象です。普通の階段を上り下りするとき、私たちは一段ずつ移動します。同じように、ブラックホールの中でも、エネルギーが段階的に変化している可能性があるのです。
この発見は、量子力学と重力理論を統合する手がかりになるかもしれません。また、ラット568の観測からは、もう一つの興味深い現象も見つかっています。それは、光のエコーと呼ばれる現象です。山に向かって声を出すと、エコーとして声が返ってくることがありますよね。同じように、ブラックホールの周りでも、光が反射して戻ってくる現象が観察されているのです。このエコーを調べることで、ブラックホールの形や大きさをより正確に測定することができます。さらに、ラット568の周りでは宇宙の噴水とも呼べる現象も発見されました。通常、物質はブラックホールに吸い込まれるだけだと考えられていました。しかし、ラット568では、吸い込まれた物質の一部が、強力な磁場によって宇宙空間に吹き出されているのです。これは、地球上の間欠泉のような仕組みだと考えられています。この宇宙の噴水からは、私たちの太陽系全体を作り直せるほどの物質が放出されています。この発見により、銀河の進化についての理解も大きく変わりつつあります。というのも、ブラックホールから放出された物質は、新しい星の材料となる可能性があるからです。例えば、皆さんの体を構成する原子の中には、このような過程で作られたものが含まれているかもしれません。つまり、私たちは文字通り宇宙の子供なのです。2025年からは、さらに高性能な観測装置が稼働を開始する予定です。これにより、ラット568のような得意な天体の観測が、さらに詳しく行えるようになります。研究者たちは、この新しい観測装置によって、宇宙の歴史をより深く理解できると期待しています。例えば、宇宙最初の星々が誕生した時代の様子も、より詳しくわかるかもしれません。また、私たちの銀河系がどのように形成されたのかという謎も、解明に近づくかもしれません。ラット568の研究は、私たちに重要なメッセージを伝えているように思えます。それは、限界と思われているものは、実は新しい可能性の入り口かもしれないということ。宇宙は、私たちの想像をはるかに超える不思議に満ちています。そして、その不思議を一つ一つ解き明かしていくことで、私たちは宇宙の真理に少しずつ近づいているのです。今後も、ジェームズ・ウェット宇宙望遠鏡をはじめとする最新の観測装置により、新たな発見が続くことでしょう。そして、それらの発見は、私たちの宇宙観をさらに豊かなものにしていくはずです。私たちは今、宇宙の新しい扉を開こうとしている、そんな興奮に満ちた時代に生きているのです。そして、ラット568の研究は私たちの技術開発にも新しい示唆を与えています。例えば、超電導技術の分野では、ブラックホールの周りで観察された特殊な磁場構造が新しい発想のヒントとなっています。これは、リニアモーターカーの技術開発にも応用できる可能性があります。また、ラット568で観察された効率的なエネルギー変換の仕組みは、新しい発電システムの開発にも影響を与えています。2024年の終わりには、この原理を応用した小型の実験装置が作られ、従来よりも 30% 高い効率でエネルギー変換ができることが確認されました。さらに興味深いのは、ラット568の観測から得られた知見が気候変動の研究にも活かされていることです。ブラックホールの周りで観察された物質の循環システムは、地球の大気循環を理解する新しいモデルの開発につながっています。この研究により、より正確な気象予報が可能になるかもしれません。また、ラット568の研究は、私たちの哲学的な世界観にも影響を与えています。例えば、時間や空間といった基本的な概念について、新しい視点を提供しているのです。ブラックホールの周りでは、私たちが当たり前だと思っている物理法則が、全く異なる形で現れます。これは、私たちの常識が、実は特殊な条件下でしか成り立たない可能性を示唆しています。そして、この発見は若い研究者たちに大きな刺激を与えています。不可能を可能に変える。そんな挑戦が、次々と行われているのです。ラット568の謎を解き明かす過程で、私たちは宇宙についての理解をさらに深めていくことでしょう。そして、その過程で得られる知見は、きっと私たちの未来を豊かにしていくはずです。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか？
もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。